とりあえずご飯にしよう。とはいえここには味噌と醤油しかない。でもって夜の学園都市を歩き回るとまた上里とエンカウントしてめんどくさいことになりかねない。その心は？なら学生寮の外に出なけりゃいい。同じ寮のやつから肉や野菜を借りてくればいいんだ。土見門、おーいバカ野郎、ちょっと話があるから出てこーい。おーい。やあ、イマジンブレイカー。前は余計な横槍を入れられて尻切れトンボだったし、改めて話をしようじゃないか。赤だの黒だのお互いに忙しそうだし、派手に動く前に憂いも取り除いておきたいだろ。土見門、どうした？まさかお前の右手で？土見門とやらはまだ消してはいないさ。少々黙らせてはもらったけどね。何を話そうって言うんだ。イマジンブレイカーとワールドリジェクターについて色々と意見を交わしたいところではあったんだ。僕がワールドリジェクターなんてものを手に入れたのはさ、ほんのつい先日のことなんだ。なんだって？それが身に宿る力だと分かったのはつい 2,3 日前のことだ。魔人連中を軒並み駆り出したのだって実際にはあれが初陣みたいなものだったのさ。僕が見えてきたかい？不気味に思ってくれて構わない。得体の知れない奴だと抱きしても。けどさ、これだけは覚えてほしいんだ。上里翔はね、ついこの間までどこにでもいる平凡な高校生だったんだよ。どこにでもいる？僕自身は学園都市の人間じゃない。イギリスだのローマだのの結社に参加しているわけでもない。ありふれた町、つまらない地方都市で生活していた。勉強もスポーツも平均点の高校生だったんだ。じゃあお前の仲間は原石だの憑依の魔術だの明らかにおかしな力を使ってるじゃん。だからそれも含めて僕たちは平凡な学生のはずだったんだ。クラスのおとなしい園芸部員、僕の家のお隣さんで幼なじみ。みんなこいつがダメにした。救いっていうのは恐ろしいよね。たやすく人を依存させる。彼はこんなにすごいんだから私だってちょっとくらい冒険をしたっていいんじゃないか。彼の役に立てるなら、彼と共にいる権利を得るのなら、普通の枠からはみ出てみたっていいんじゃないか。こんな考えが次々にまともな人間を異形化させていく。そんなことない。君の周りはどうだった？突然変異みたいな個性派集団の女の子たちが無条件で集まってくれるような、そんな夢の世界が広がっていなかったかなあ。上条くん、もしも君が人生で一度も人を助けなかったとしたら、誰かが君に振り返ってくれたと思うかい？上条東馬という一個人がみんなに注目されているのは、君がかけねなしに誰かを救ったからだ。君という人間は救いという言葉と接合していて、もはや引き剥がすことはできない。だって上条東馬それ自体はどこにでもいる平凡な高校生に過ぎないんだからさ。魔人どもの身勝手な願望が得体の知れない力を生み出し、右手に埋め込んだ。魔人どもはどうせニヤニヤ笑いで語り合っていたんだろうさ。ちょいと複雑な役を与えるから見返りにモテモテにしてやろう。なーに、些細なお礼だよ。そんな風に人の情を、思いを好き放題にねじ曲げた。人に信仰されなければ歴史からも忘れ去られる程度の神様風情が人間様の心の中まで土足で踏み込みやがって。なあ上里、
俺にはイフの歴史なんか見えないからさ。本来はこうだったとか言われてもちょっとピンとこない。右手の力とか魔人の思惑とか、そんなのがどこまで関わっているかは証明のしようがない。だって人生にデバッグ機能はないんだ。条件をつけたり取ったりして確かめるわけにもいかない。それをうぬぼれだって言うんだ。君に、いや僕たちに。右手以外の何があるって言うんだ。そういうお前はみんなになんて言ってほしいんだよ。は？なあ神里、どうしてお前はプラスに考えられないんだ。魔人たちは何かをねじ曲げたかもしれない。だけどそれは彼女たちの背中をちょっと後押ししてあげただけだったのかもしれなかったんだぞ。何を言ってるんだこの大バカ野郎が！うぬぼれているのか？僕たちはどこにでもいる平凡な高校生だぞ。何事も平均値かそれ以下しか叩き出せない凡人だぞ。それが人に好かれるのが当然だった。魔人たちが後押ししてくれた。どこまで都合のいいお花畑が広がってるんだ。あるいはそこまで毒されて懐柔されているのか。だからどうしてお前の周りにいる女の子たちがどこにでもいる平凡な高校生を尊敬しちゃいけないんだ。そんなルールはないだろう。そんな制限はお前が勝手に作ったものだろう。答え合わせをやったのか、一人一人に聞いて回ったのか。今の協力関係はおかしいですよね。その善意や行為は作り物で全部この右手のせいですよね。そんな風に同じ境遇のやつと話をできれば少しは重荷が取り除けると思っていた。悪いけど俺とあんたは全く違う。同じ人間なんて一人もいないんだよ。そんな風に上っ面だけで決めつけられるのだってお前が人を見ていない証拠だろ。あんたが見ていたのはこの右手だけだ。根本から間違えていた。君は魔人からのプレゼントに毒されているんだ。周りがみんな都合の良い女の子で囲まれていればそれで満足できる。そんなゲス野郎でしかなかった。お前に人間の何がわかる。うぬぼれるんじゃねえぞ神里翔。煩悩丸出しで物語って偉そうに上から目線決めてんじゃねえよハーレム皇帝野郎。どっちが他人の気持ちを自分の都合で決定しているのかわからねえってのか。俺の不甲斐なさがワールドリジェクターを形作るきっかけになったかもしれない。だけど俺はあんたにだけは謝らねえぞ神里翔。きっとあんたはその力を持つべきだったんだ。自分で気づかなかったことに気づかせてもらえる機会を与えてくれた。あと一歩を踏み出す勇気のなかった女の子たちの背中を優しく押した魔人たちに感謝するべきだったんだ。殺すぞ。それでカッコつけてるつもりなのか恩知らず。かくまっている魔人を引き渡せば見逃してやると提案するつもりだったけど。ふざけるな。なら戦争だ。君のホームだろうがどこだろうがお構いなし。パトリシアにはどうして関わった。魔人に与えられた救う力は嫌いじゃなかったのか。確かにこれは自分で手に入れた力じゃない。今すぐ捨てられるものなら捨ててしまいたい。だけどそれで目の前の誰かを見捨てられるかどうかは話が違う。なんだネプテュスが言ってたな。神里翔にもワールドリジェクターを吸い寄せ宿らせるほどの何かがあるのかもしれないと。やっぱりあいつはみんなに好かれるヒーローなんじゃないか。ネプテュス、あいつちゃんと逃げられているか。神里のやつ大量の仲間を連れて奇襲してきやがった。しかもパトリシアまで連れてきて。あの野郎姉妹を殺し合わせる気か。くそ、明かりが落とされてよく見えねえ。目を凝らせ、必ずあいつはいるはず。新たな天地を望むか。
効果範囲や距離の不明なワールドリジェクター。でもそれならどうやって狙いを定めている？目で睨んだり指で指し示す必要があるなら、奇襲の時電気を落とさずむしろ視野を広くしようとするはずだ。つまり影だ。あんたは自分の腕が作る影を起点にワールドリジェクターの効果範囲を決めていた。明かりを落としておけば手持ちのライトだけで自由な向きや大きさに影を整えることができるからな。よし、組みついた。近くに階段がある。あの階段の下の階まで一気に叩き落とす。おい神里、てめえどうしてパトリシアをここに連れてきた？てめえがやってるのは最悪の一言だ。わざわざ姉妹で殺し合わせるような状況をセッティングしやがって。それが一番合理的だとでも思ったのか？人の情を踏みにじるような真似しやがって。うっさい。あの子が望んだんだよ、今の状況をな。いい加減に状況くらい分かっているだろう。あの姉妹はどちらかを助ければどちらかが死ぬ。姉のレイビニアが何をしようとしているのか、パトリシアの証言だけでは不明瞭だ。分かっているのは確実なリミットが存在すること。対してパトリシアのリミットは定まってないんだ。何を？いや、まさかお前。サンプルショゴスを取り外さなければパトリシアはすぐに死ぬ。そんなこと誰が決めた？パトリシアの死さえ存在しなければ姉のレイビニアが出張る理由も希薄化される。姉が命を張る必要はないし、妹はただ寄生生命体との共生を目指していけばいい。寄生生命体が宿主を殺してしまう理由は様々だけど、その大半は殺して次の宿主に移りやすくするためだ。そのあたりの詳しいことは僕の仲間が調べてる。あとは奴の動きをコントロールすればいい。無理だ。姉のレイビニアはともかく妹のパトリシアは制御を失ってるんだぞ。これは第一段階だ。パトリシアの即死を阻止した後に段階的にサンプルショゴスを引き剥がしていく。サンプルショゴスが脂肪を奪ったせいで栄養の蓄積ができず衰弱死するっていうなら、その前提も覆す。蓄積がなくても常時大量の栄養源を点滴で与えるとか、血液の中に栄養素を送り込むとか、方法はゼロじゃない。きっと機械とチューブにつなげられる生活になるだろうが、パトリシア自身がいくつか提案してきている。そんなことしたら二度と自力で起き上がれなくなるぞ。冗談抜きにカレーダみたいな骨と皮だけになるんだぞ。普通の人間なら投げ出すだろうな。けどパトリシアはそうじゃなかった。姉を死なせず自分も見捨てさせない。どちらの命も救える第三の道を彼女は作り出そうとした。最低でも命だけは。そこに線を引いて他の全部を投げ出した。僕はその勇気を尊重する。ワールドリジェクターを弾くほどの強い心を持った相手を最後の最後まで支えてみせる。誰にも邪魔なんかさせないぞ。彼女は僕のヒーローなんだ。お前はどうだ、上条トーマ。ただ二人とも救うなんて綺麗事を言って二人とも失うだけじゃないのか。俺は救うぞ神里。あの二人の姉妹をどっちも救い出してみせる。俺は何があったってバードウェイ姉妹はもうダメだなんて切り捨てたりはしねえからな。何を言ってるんだ。どうやって。サンプルショゴスからパトリシアを引き剥がすと死ぬのは脂肪分を失い栄養の蓄積ができないから。ならその脂肪分を注入してやればいい。お前の仲間にいただろう、植物に近い性質を持った人間が。サンプルショゴスを追い出しながら
その子に人の体に馴染む植物性脂肪を作ってもらって注ぎ込む。それで万事解決するはずなんだ。誰の犠牲がなくても悲劇を美徳にすり替えて、惨めったらしく悩み抜くこともしないうちからあっさり見捨てやがって。てめえの言動のどこに救いなんてものがあるってんだ、この大バカ野郎がどこにでもいる平凡な高校生ってのはな、本当に困ってる奴を見ちまったら最後、たったそれだけでいつでもヒーローになれる奴のことを言うんだよ。あんたの言う普通がどんなもんか俺に見せてみろよ。あんたの願う普通の世界ってのがどれだけ綺麗なもんなのか、俺に見せてみろ。よし、いける。どうやらちゃんと神里の仲間の力で作る植物性脂肪が代わりになる。あとはパトリシアから出てくるサンプル諸物を順番通りに俺が潰していけば助かるはずだ。何こいつ、急激に膨れてこっちに向かってきた。くそ、このままじゃやられる。反撃するしかない。違う、ダメだ。こんな大きな塊を一気に潰したらパトリシアが死ぬ。畜生、もう右手は動いちまって。くそ、止まらねえ、このままじゃ。くそ、いやこの辺りかしらね。ひょっとしたら奇跡でも起きるかもしれないと思っていたけれど、やはり崩壊は避けられないか。そうよね、私は神様だもの。奇跡を願うのではなくて、最後まで奇跡を起こす側の存在であるべきだったわ。私の肉体はミイラが粉末状になったものの集合体。それをミクロ単位で変化させ、必要なものに変化させる。サンプル諸物の消滅によってできた穴に、私の体すべてをこの子の一部として書き換え埋める。その過程で私という存在は消える。けれどワールドリジェクターを前にした時ほどの恐怖はない。そもそもこの私にただ単純な暴力に怯えるような、そんな神聖はない。それでもワールドリジェクターを前にして確かに恐怖を感じた。あれは一体、ああ、私まだまだ神様らしいことをやってみたかったと、そう思っていたのね。あなたは、強いて答えるなら神様かしらね。終わった。パトリシアの命は救われた。けどあれだけ言っておきながら、俺は犠牲を。それであんたはどうするつもりなんだ？君に一度だけ質問しておこう。僕のワールドリジェクターや君のイマジンブレイカーは、発生の段階からして多くの魔人たちが深く関与してきた。周囲を取り巻く異様な環境も、巻き込まれてきた事件も、僕たちが平凡で亡くなった元凶に魔人がいる。僕たちには復讐する権利があると思わないか？もしもお前がネフティスの最後を見ても、まだあいつが悪しかない存在だって断言するなら、お前はやっぱり俺の敵だよ、神里。俺の目にはあんたの方こそ悪に見える。奇妙なしがらみの前に、単純に知っておきたかったことでもあったんだ。僕のワールドリジェクターと君のイマジンブレイカー、
矛と盾、極限のイレギュラーがぶつかったらどうなるのかって。案外どうってことはないかもしれない。そうかい。僕はこれでも反物質反応みたいなことにならないかちょっぴり不安でもあるんだけど。もう小細工はなしだ。ああ、